こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの図柄4、花その2を見ていきたいと思います。オールドのりたけの図柄4、花その1に引き続き、オールドのりたけに描かれる花をいくつかご紹介します。こちらは水仙盛り上げ冬景色飾り皿です。ヨーロッパではまだ雪が残る中、春の訪れを最初に知らせてくれるのが水仙です。路上に水仙が咲き出すとウキウキしたのを覚えています。この飾り皿は手前に水仙が写実的に盛り上げで描かれ、奥には冬景色が手書きされている美しい飾り皿です。同じ柄の花瓶もあります。奥の花瓶も手前に水仙が手書きされています。欧米では春の訪れとともに咲くこの水仙が希望の象徴であるため、がん患者をサポートする団体の多くで募金活動のキャンペーンに用いられています。手前の花瓶にはチューリップがアール・ヌーボー特有の曲線で描かれています。背景には水辺風景図があります。チューリップはオスマン帝国の王様たちが愛した花であり、トルコの国の花に指定されています。イスタンブールにあるトプカピ宮殿では、チューリップが図案化されたタイルが数多く見られます。チューリップはユリ科ですので、次はユリに移りたいと思います。これはオールドのりたけの技法3、ジュールエナメル盛りでお見せした金盛りジュールユリエ花瓶です。中央にユリが生き生きと手書きされ、上部と下部のジュールが華麗さを演出しています。西洋ではバラ、ユリ、スミレはトリオで、バラは美を、ユリは純潔を、スミレは謙虚と誠実を表すとされ、これらを兼ね備えた人が理想の女性と言われています。また、これらの花はいずれも聖母マリアに捧げられ、多くの花の中で特別に扱われます。こちらはエナメルジュールユリエ花瓶です。ユリが力強く手書きされています。では、スミレの花に移りましょう。スミレは道端や草陰にひっそりと花を咲かせる姿が控えめで奥ゆかしいことから、謙虚、誠実、小さな幸せといった花言葉が付けられています。日本でもスミレは西洋同様のイメージが持たれており、松尾芭蕉や夏目漱石が俳句の題材にしています。これは平滑に手書きされたスミレの花の上に盛り上げで同じくスミレの花が描かれています。背景のぼかしも美しいスミレのイメージに合ったお皿です。次はあやめを見ていきましょう。あやめの花言葉は良い便り、メッセージ、希望です。あやめを英語ではアイリスと言います。アイリスの花言葉の由来はギリシャ神話の神々の使者イリスです。こちらはあやめエナメル盛り上げ花瓶です。あやめがエナメル盛り上げで華麗に彩られています。これは
エナメルジュールあやめ花瓶です。3色のあやめが生き生きと手書きされています。また、組のエナメルジュールが緻密で美しい花瓶になっています。こちらはコバルト金森あやめ図水差し型花瓶です。コバルトに金森だけでも豪華ですが、そこに色鮮やかなあやめが描かれることで、より一層華やかな印象を受けます。これは印象派の画家モネが1900年に描いたモネの庭のあやめです。ヨーロッパのアイリスは野山の草地など乾いた場所に育つそうです。一方、カキツバタや花菖蒲など日本の代表的なあやめは湿地や川べりに育つため水辺の花として親しまれています。こちらはポスト印象派の画家ヴィンセント・ワン・ゴッホが1888年に描いたアイリスの咲くアルルの風景です。ゴッホはアイリスの絵を何枚も描いています。アイリスは南フランスを代表する花であり、フランスの国の花に定められています。これはあやめ盛り上げ花瓶です。平滑に手書きされたあやめの上に盛り上げであやめが描かれています。花瓶の形はアール・ヌーボー調で西洋的なのに対し、背景の森林が黄色のぼかしという日本の伝統技法を用いて描かれており、和洋折衷の独特の魅力を放っています。では、藤の花に移りましょう。藤は日本の固有種で5月頃に咲きます。枝から下に垂れるように伸びながら多くの花をつけます。こちらは藤盛り上げ飾り皿です。盛り上げで立体的に描かれた藤の花と平面的に描かれた花、そして背景のぼかしによって優しい雰囲気の飾り皿となっています。これは盛り上げ藤図花瓶です。藤の花言葉である優しさが伝わってくるような器です。つる性の植物である藤は、その丈夫なつるで椅子やかごが編まれたり、ほぐした繊維から布が織られたりして生活に役立ってきました。壮麗で美しい花は古くから観賞用に親しまれており、万葉集にも藤をめでる言葉が読まれています。こちらは盛り上げ彩色藤青家大花瓶です。上部と下部の盛り上げが彩色され、美しく華やかな一品です。中央には藤と葵の花が豪快に生き生きと手書きされています。観賞用な葵はハイビスカス、ムクゲ、芙蓉、タチアオイがあります。また意外なことにオクラ、ドリアンやカカオも葵の仲間です。これはオールドノリタケの技法3、ジュールエナメル盛りでもお見せしたエナメル芍薬鳥図花瓶です。芍薬の花がエナメル盛り上げで美しく描かれています。芍薬は古くから漢方でよく使われ、葛根湯などに配合されています。花言葉は恥じらい、つつましさです。こちらは蝶あじさい盛り上げ花瓶です。蝶があじさいに舞い降りる様が盛り上げで描かれています。
アール・ヌーボー期西洋の工芸品において植物や昆虫など図柄として用いられましたが、これは日本の工芸や絵画の影響を受けたものと言われています。茶色いカゴのようにも見える盛り上げが花瓶全体の雰囲気を引き締めています。これはオールドのりたけの技法語モールドでお見せしたひまわりモールド花瓶です。ひまわりは夏の季語です。ポスト印象派の画家ゴッホは1888年から1890年にかけてひまわりを描きました。今回はオールドのりたけの図柄4、花その2をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけの見本帳、画像をご紹介いたします。